こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は年収150万円で暮らすなら僕はこう生きますというテーマでお話ししていきます。最初に誤解がないようにお伝えしておきます。現在の僕の年収が150万円というわけではありません。また、全員が年収150万円まで収入を下げるべきだとお勧めしたいわけでもありません。税金や社会保険料についても、会社員なのか、個人事業主なのか、住んでいる自治体や家族構成などによって変わります。なので今回は、細かい制度の攻略方法を解説する動画ではありません。もし今の僕が年収150万円という条件の中で、それでもなるべく無理をせず、楽しく将来への不安も小さくしながら暮らすなら、どんな人生を設計するか、そんな仮想の人生設計についてお話しします。年収150万円と聞くと、多くの人はかなり厳しい生活を想像すると思います。毎日もやしだけを食べる。冷暖房を我慢する。友達とは一切遊ばない。欲しいものがあっても全部諦める。老後のことは考えないようにする。おそらくそんな生活です。実際、何も準備をせずにいきなり収入だけを年150万円まで下げればかなり苦しくなると思います。生活費が月20万円や30万円かかっている状態で収入だけを下げても当然ながら赤字になります。なので、この動画でお話ししたいのは低収入を我慢で乗り切る方法ではありません。低収入でも困りにくい生活を収入があるうちから作っておくという話です。年収150万円で生きること自体を目標にするのではありません。年収150万円でも生活を崩さずに済むという人生の逃げ道を作ることが目的です。生きるためには年収400万円が絶対に必要だと思っている人と、年収150万円になってもしばらくは普通に暮らせる方法を知っている人では、選べる働き方が全く違います。仕事が苦しくなった時に辞められる。体調を崩した時に休める。週5日が重いなら週3日へ減らせる。収入は低くても好きな仕事を選べる。人間関係が辛い職場から離れられる。年収150万円生活の価値は150万円で暮らすことそのものではありません。150万円でも生きられると知ることで、それ以上の収入を得るために何でも我慢しなくてよくなることです。では、もし僕が年収150万円で暮らすなら、どのように生活を組み立てるのか。まず最初に考えるのは、毎月いくら使えるのかということです。年収150万円を単純に12ヶ月で割ると、月12万5千円です。ただし、実際には税金や社会保険料などがあります。働き方によって手元に残る金額は変わるので、月12万5千円をすべて自由に使えるとは限りません。そのため僕なら最初から月12万5千円を使い切る設計にはしません。現在の僕の生活費は月11万円ほどです。年収150万円で暮らすなら、この月11万円という生活をまずは土台にします。年間では約132万円です。年収150万円から考えると、残りは約18万円です。月にすると1万5千円ほどです。この1万5千円を毎月自由に使える余裕だとは考えません。病院、家電の故障、冠婚葬祭、引っ越し、車の整備、服や靴の買い替え、生活していれば毎月ではないけれど、いつか必ず発生する支出があります。なので、月11万円で日常生活を送り、残りの18万円は年間の特別費として残します。ここで大切なのは、年収150万円でも毎月ギリギリまで使い切らないことです。
低収入で暮らすときほど予備のお金が重要になります。収入が大きければ、急な出費があっても、翌月に多めに働けば取り戻せます。でも、収入を小さくしている生活では、急に10万円の出費が発生すると、家計全体が大きく揺れます。そのため僕なら、日常生活を月11万円以内に収めながら、特別費を少しずつ残します。そしてここからが本題です。月11万円で暮らすために僕は生活の楽しさを全部削るのか？答えは削りません。むしろ僕なら年収150万円で暮らすときほどお金を使わなくても楽しい生活を先に作っておきます。なぜなら年収150万円生活で一番難しいのは家賃や食費を下げることではないからです。本当に難しいのは時間が余った時にお金を使わずに過ごすことです。収入を150万円まで下げるということは、おそらく働く時間も減ります。週5日朝から夕方まで働いて、年収150万円という条件なら、僕はその仕事を見直します。同じ年収150万円なら、できるだけ少ない時間で作りたいからです。例えば、週に数日だけ働く、午前中だけ働く、短時間の仕事をいくつか組み合わせる、在宅でできる小さな仕事を持つ、過去に作ったコンテンツから少しずつ収入を得る。そうやって収入だけではなく働く時間も小さくします。ただし、働く時間を減らすと当然ながら自由時間が増えます。ここで消費することしか楽しみがないと、年収150万円生活はすぐに苦しくなります。暇だからショッピングモールへ行く。暇だからネット通販を見る。暇だから外食する。暇だから旅行を予約する。暇だから新しいサブスクへ加入する。働く時間が減ったのに、余った時間を埋めるための支出が増えれば、低収入生活は成立しません。だから僕なら、年収150万円収入を下げる前に、お金を使わずに没頭できるものを作ります。僕の場合は、文章を書くことです。Kindle を出版する。ノートを書く。YouTube の台本を作る。音声コンテンツを作る。こういった創作には時間がかかります。でも、一度必要な道具を揃えれば、毎回大きなお金がかかるわけではありません。そして、創作の面白いところは、暇つぶしと仕事の境界線が曖昧になることです。今日は趣味として書いていた文章が数ヶ月後に本になるかもしれません。なんとなく考えていたことが YouTube の動画になるかもしれません。自分の経験を書いた記事が誰かの役に立ち、少しだけ収入を生むかもしれません。年収150万円で暮らすなら、僕は消費する趣味より創作する趣味を中心にします。ただし、ここで誤解してほしくないのは、必ず創作で稼がなければいけないという話ではありません。お金にならなくても、時間を忘れて取り組めるものがあれば十分です。読書、散歩、筋トレ、料理、ゲーム、写真、楽器、家庭菜園、何でもいいと思います。大切なのは、暇になるたびにお金を使わなければ満足できない状態から離れることです。年収150万円で余裕を持って暮らせるかどうかは、節約テクニックよりも余った時間をどう過ごせるかで決まります。そして僕なら収入源を一つにしません。年収150万円を一つの会社から全てもらおうとは考えません。もちろん短時間で働きやすく、精神的にも負担が少ない会社があるなら、それでも構いません。ただ僕の場合は、一つの仕事へ生活を預けると、その仕事が苦しくなった時に逃げにくくなります。そのため、年収150万円をいくつかの小さな収入に分けます。例えば、月に5万円の短時間労働、月に3万円の Kindle 収入、月に2万円のノートや YouTube、月に1万円から2万円の配当金や小さな副収入、毎月同じ金額になるとは限りませんが、このように複数の水道から少しずつ水が流れてくる状態を作ります。一つ一つの収入は小さくても構いません。むしろ、一つの仕事だけで年収150万円を作るより、
3つや4つの小さな収入を持つ方が僕は安心できます。Kindle の売り上げが下がっても他の収入がある。YouTube が伸びなくても短時間労働がある。仕事を休んでも過去のコンテンツから少し入る。すべてが同時にゼロになる可能性を小さくできます。低収入生活で重要なのは収入の最大値ではありません。収入が途切れないことです。月によって30万円になったり、翌月に0円になったりするより、毎月10万円から13万円ほどが複数の場所から入ってくる方が暮らしやすいです。そして僕なら少額でも現金を残します。年収150万円で暮らすと聞くと、資産形成なんて無理だと思うかもしれません。実際、年間生活費が132万円なら、残る金額は大きくありません。そのため、この生活をしながら毎月何万円も投資することは考えません。投資を続けるために食費を削ったり、病院へ行くのを我慢したりするのは本末転倒です。僕ならまず生活防衛資金を優先します。最低でも生活費の半年分、できれば1年分、月11万円なら半年分で66万円、1年分で132万円です。この現金があれば収入が一時的に止まってもすぐには生活が崩れません。家電が壊れても対応できます。体調が悪い時に無理に働かなくても済みます。年収150万円生活へ入る前にこの現金を作っておくことが理想です。そしてすでに投資資産があるなら無理に取り崩さずできるだけ温存します。僕は現在配当金が入っても基本的には再投資しています。事業収入で生活費を賄えているため今すぐ使う必要がないからです。ただし本当に年収150万円で暮らす局面になれば配当金を使うことも選択肢に入れます。生活費が月11万円で配当金が月3万円あれば自分の労働や事業で作る必要がある金額は月8万円になります。月11万円を稼ぐのと月8万円を稼ぐのでは必要な労働量がかなり変わります。ここで重要なのは配当金だけで生活しようとしないことです。完全ファイヤーを目指すとかなり大きな資産が必要になります。その資産を作るために何年も長時間労働を続けなければいけないかもしれません。でも生活費の一部だけを資産収入で埋めるなら必要な資産は小さくなります。家賃の一部だけを配当金で払う。食費だけを配当金で払う。月11万円のうち2万円や3万円だけを埋める。それだけでも働かなければいけない量は減ります。年収150万円で暮らすなら僕は完全に働かない人生を目指しません。生活費を小さくする。小さな労働を残す。ストック収入を作る。資産収入で一部を埋める。この4つを組み合わせます。どれか一つだけで生活しようとしないことが余裕につながります。さらに僕なら住む場所も慎重に選びます。年収150万円生活では家賃の影響がかなり大きくなります。家賃が月3万円違えば年間では36万円違います。年収150万円に対する36万円はかなり大きな金額です。ただし、家賃が安ければどこでもいいとは考えません。買い物へ行くのに長い時間がかかる。病院が遠い。周囲に何もなく、毎回車で移動しなければいけない。家にいると落ち着かない。そんな場所では別の支出やストレスが増えます。僕なら家賃が現実的で、買い物や病院に困らず、家にいて落ち着ける場所を選びます。年収150万円で暮らすときに必要なのは、最安値の家ではありません。安いお金で長く機嫌よく暮らせる家です。そして僕なら健康にはできるだけお金を使います。年収150万円生活だからといって病院を我慢することはしません。食事を極端に削ることもしません。冷暖房を使わずに体調を崩すこともしません。なぜなら低収入生活では健康を崩した時の影響が大きいからです。医療費がかかる。働けなくなる。簡単な自炊ができなくなり、外食やウーバーが増える。
精神的に不安定になり、衝動的な買い物が増える。健康を削って節約すると、後から大きな金額を支払うことになりかねません。僕なら、食事、睡眠、運動、通院など、自分の生活を支える部分にはお金を残します。年収150万円で余裕を作るために削るのは健康ではありません。見栄です。人からどう見られるか、どんな家に住んでいると思われたいか、どんな服を着ていると思われたいか、年収はいくらあると思われたいか、休日を充実させているように見せたいか、こういった他人へ見せるための支出を小さくします。僕は現在、私服を制服化して全身ユニクロの黒で統一しています。同じような服を繰り返し着ています。これは服を買うお金を1円でも削りたいからではありません。服を通して毎回違う自分を演出する必要がないからです。年収150万円で暮らすなら、僕は自分の生活を他人と比較しないことを今以上に大切にします。比較を始めれば必要な金額は無限に増えていきます。もっと広い家、もっと良い車、もっと高い服、もっと豪華な旅行、もっと新しい家電、どこまで行っても上には上がいます。年収150万円で余裕を持つには、150万円を増やすことだけではなく、自分にとっての十分を決める必要があります。僕にとっての十分は、豪華な生活ではありません。静かに暮らせる家がある。毎日食べるものがある。体調が悪ければ休める。午前中に少し働き、午後に自由な時間がある。本を読める。文章を書ける。カフェへ行ける。穏やかに暮らせる。たまには外食や小さな旅行もできる。これくらいです。この生活が守れるなら、僕は年収が高いか低いかをそこまで気にしません。年収150万円という数字は一般的には低収入です。でも、必要な生活費が100万円の人にとっての年収150万円と、生活費が300万円の人にとっての年収150万円では余裕が全く違います。収入の数字だけでは生活の豊かさは判断できません。収入から生活を維持するためのお金を引いた後にどれくらいの時間と安心が残るか、僕はそこが大切だと思っています。年収400万円でも毎月の支払いに追われ、週5日働くことが苦しく、休日は疲れて寝るだけなら本人にとって余裕のある生活とは限りません。反対に年収150万円でも生活費が小さく、現金の備えがあり、複数の収入源があり、自由時間を楽しめるなら、思っているより穏やかに暮らせるかもしれません。もちろん、年収150万円で暮らすことには弱点もあります。大きな病気、家族の問題、物価の上昇、住まいの変化、予想外の出費、こういったことへの耐久力は高収入の人より小さくなる可能性があります。だからこそ、僕なら何も準備せず、収入だけを150万円まで落としません。生活費を先に下げる。現金を作る。小さな収入源を複数持つ。健康を整える。お金を使わなくても楽しめるものを作る。配当金やストック収入を少しずつ育てる。この準備をした後で、働く量を下げます。ここまで準備を進めると、少し不思議なことが起こります。年収150万円で暮らすために始めた創作が思っていたより収入になるかもしれません。小さな仕事を複数持った結果、合計年収が200万円や300万円になるかもしれません。生活費が小さいまま収入が増えれば、現金や資産も積み上がります。つまり、年収150万円生活を目指して準備した結果、実際には年収150万円下げなくても、以前より自由な生活へたどり着く可能性があります。僕はそこが一番重要だと思っています。年収150万円で暮らすことがゴールではありません。年収150万円でも暮らせる準備をすることで、お金のためだけに働かなくていい状態を作ることがゴールです。僕が今の生活をすべてリセットして、年収150万円で暮らすなら、まず生活費を確実に月11万円以内へ整えます。半年から1年分の現金を持ちます。
一つの会社へ収入を依存せず、小さな仕事やストック収入を組み合わせます。配当金があれば生活費の一部へ使います。完全ファイヤーは目指さず、午前中だけ働くような小さな労働を残します。そして余った午後を楽しむために文章や動画などお金を使わずに続けられる創作を持ちます。家賃や服や娯楽費を限界まで削ることはしません。自分が機嫌よく暮らすために必要なものにはお金を使います。その代わりに他人へ見せるための支出を小さくします。これが僕なりの年収150万円生活です。低収入でも余裕を作る方法は我慢を強くすることではありません。必要なお金を小さくすること、収入を分散すること、現金を持つこと、時間を楽しめること、そして自分にとっての十分を決めることです。年収150万円で暮らせると分かれば、必ずしも年収150万円で暮らす必要はありません。年収300万円を稼ぎながら生活費は150万円以内に抑えてもいい。年収200万円を稼ぎながら週3日だけ働いてもいい。年収500万円を稼げる間に資産を作り、後から仕事を減らしてもいい。大切なのは収入を低くすることではありません。収入が低くなっても人生が壊れないことです。仕事がなくなってもすぐに困らない。体調を崩しても休む余裕がある。年収が下がっても自分の価値まで下がったと思わない。生活費が小さいというだけで人生には驚くほど多くの逃げ道ができます。年収150万円は成功の数字ではありません。失敗の数字でもありません。ただの条件です。その条件の中でどのように暮らしを作るか、何を諦めて何を残すか、どのくらい働き余った時間を何に使うか、そこにその人なりの人生が現れるのだと思います。僕なら年収150万円になっても人生を小さく諦めることはしません。生活を小さく整えます。働く量を小さくします。必要のない見栄を小さくします。その代わりに自由な時間を大きくします。自分で選べる余白を大きくします。好きなことを作る時間を大きくします。収入は小さくても人生まで小さくする必要はありません。むしろ必要なお金を小さくできれば、これまで仕事に渡していた時間を自分の人生へ返してもらうことができます。ということで今回は、年収150万円で暮らすなら僕はこう生きますというテーマでお話ししました。今回の動画は年収150万円生活を推奨するものではありません。ただ、生きるためには高い年収が絶対に必要だと思い込んでいる人にとって別の選択肢を考えるきっかけになれば嬉しいです。生活費を小さくする、現金を持つ、収入を複数に分ける、小さく働く、消費以外の楽しみを持つ。この5つがあれば収入が下がってもすぐに人生が苦しくなるとは限りません。そしてこの準備が整った時、年収150万円で暮らす必要そのものがなくなっている可能性もあります。このラジオが少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また、僕の著書やノートなどは概要欄にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。